ボンジュール。今回の動画は9月のパリ。バカンスが明けてパリっ子たちが街に戻り、いつもの活気を取り戻しつつある季節の空気感をお届けしたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。ボンジュールパリ。マカロンで有名なラデュレのウィンドウです。以前このチャンネルでもご紹介したマルハン・モンタギューとのコラボレーション、これがマカロンのボックスになっているのかしら。パリの雰囲気満点のパッケージです。フランスの学校は9月から新年度が始まります。パリにも新しい季節の到来。この時期恒例の行事の一つがパリデザインウィークです。サンジェルマン・デ・プレ界隈のブティックピエール・フレイのウィンドウもご覧の通りとっても素敵なディスプレイになっていました。柄に柄を重ねる、この感じフランスならではの手法だなと思います。このテキスタイルも秀逸だと思いませんか？さて、私はとある場所で開かれているプレス発表会に行きます。いかにも歴史を感じる建物のアパルトマンの一室で行われるようです。中に入るとこんな感じ。お好きな方はきっとピンときたことでしょう。そうなんです。アスティエ・ドゥ・ヴィラットの新作発表会です。この場所はアスティエ・ドゥ・ヴィラットがミーティングや制作の場所として使ったり、時にはコラボレーションするアーティストたちを迎えたり、宿泊できる場所としても活用しているそうです。このような形でプレス向けの発表会が開かれるのは初めてのことだそうです。もちろん私にとっても初めてこのアパルトマンを訪れました。新作の食器のシリーズ、またこれもとっても魅力的なモデルですよね。リッツ・パリのメインダイニングエスパドンの女性シェフユージェニーさんを取材した時、彼女はアスティエ・ド・ヴィラットの食器が好きで、それを実際にレストランでも使っているとのことでした。もしかしたらこれらの新作もエスパドンのテーブルに乗るかしら。この可愛らしいモチーフのシリーズはグレース・コディントンさんとのコラボレーションだそうです。絵柄に合わせて表面に凹凸があるのがわかるでしょうか。フレッシュなバラがロマンティックな香りを漂わせています。こういうディスプレイのセンスも本当に卓越しているなと思います。
花を一輪ずつ挿す花器というと、オランダのチューリップのための花器が思い浮かびます。ここにはデルフト焼きにインスパイアされたシリーズもありました。オリジナルの香りのシリーズ、お線香もこんな風にセッティングしたら素敵ですよね。ここには年代物のタピスリーと心地よさそうなソファーがありました。ソファーのこの下の部分を引き出すと大きなベッドになるんですって。今日はあいにくの雨。けれどもこの窓からの風景がとてもパリらしくて趣があります。ここは実際に住まいとして使えるアパルトマンなので、キッチンもちゃんとありました。この日はこのレセプションのための舞台裏という感じでしたけれども、舞台裏ですら魅力的。実際にアスティエ・ド・ヴィラットの食器を使ってサンドイッチやスイーツが振る舞われています。ダリアの花もこの花器にぴったりと合っていますね。こちらの男性がアスティエ・ド・ヴィラトの創設者の一人、ブノワさん。その奥にいらっしゃる男性がもう一人の創設者、イヴァンさんです。彼ら二人はそもそもアーティスト。こちらがブノワさんが描いた絵、そしてこちらはイヴァンさんが描いた絵です。このコラボ作品も面白いですよね。タコの足に指輪がはまっています。ところ変わってマレ地区、国立古文書博物館の庭にいます。ひまわりとコスモス、夏から秋への花が風になびいていました。デザインウィークには一般の人たちが気軽に楽しめる展示も街の至るところで繰り広げられています。ここでのインスタレーション、滴る水がいい香りを放っていました。同じくマレ地区の邸宅建築の中には、ここでは日本のブランドムジとフランスのデザインスタジオサンクがコラボレーションした小さな家が出現していました。ハウスツアーと行きましょう。スタジオサンクの設立者であり、アップサイクリングの先駆者として知られるお二人、クレール・ルナーさんとジャン・セバスチャン・ブランさんが無地の商品を使って家の中をデザインしたさまざまな仕掛けが本当に愉快で、目から鱗という感じでした。壁から天井、あらゆるところにアイディア満載です。この家具は
物入れにもなるし、デスクとしても使えるとのこと。確かに机と椅子になりました。さらに向かい側にも同じセットがあるので、これらを2つ合わせることで食事ができるテーブルにもなるそうです。確かに。この畳の部分は下が全部収納スペースになっています。マットレスはソファーとしても、またこれを広げれば寝具にもなります。こちらの物入れには電球が仕込んであるんです。かなり面白いと思いません？avec le dessous de verre en cuir recyclé qui permet de se dire là on prend un peu de temps, on arrête de regarder la montre et on en profite un petit peu コースターでこうして覆うことでしばし時を忘れるという仕掛けです。モジュールで組み合わせることのできるこの小さな家、15平米と聞きました。けれどもちゃんとお風呂までありました。先ほどのケースがここではこんな風に使われていました。そして本当に面白いなと思ったのはこの障子のような仕掛けなんですが、これは実は先ほどのケースの蓋を利用して作られているんです。このフック、そうなんです。液体石鹸のボトルの再利用です。畳の部屋からは庭に出られます。日本庭園ですね。そしてこのプランターなんですけど、書類整理のケースをカットして穴を開けて作られています。しかもこの植物、シソだと思います。ここで家庭菜園ができるというわけですね。One, two, three. 家の屋根は緩やかに傾斜していて、雨水をこの白いタンクの中に集められるような仕掛けがしてあります。この水を使って庭に水まきができるわけです。パリっ子の皆さんもこのミニマムな家、工夫たくさんの家に興味津々という様子でした。パリデザインウィークの良いところは、普段なら敷居が高いなと思うようなお店に気軽に入れるところです。イベントに協賛しているギャラリーやインテリア関係のお店がこのようにして扉を開いています。こちらのギャラリーは空間丸々
インテリアデザイナーのアンヌ・ソフィー・パユレさんがデザインしていました。そのすぐそばの壁紙のお店もイベントに協賛していて、とても快く迎え入れてくれました。普段ならばおよそ用がなければ入らないところと言えるかもしれませんが、デザインウィークのおかげで私はこのフランスの壁紙のブランドを初めて知ることになりました。ご覧の通り、パリの扉の内側にはさまざまな夢のような世界が広がっていますね。9月といえばもう一つパリの風物詩と言えるものがあります。これからそれが行われている場所に行きます。この場所がどこかもう皆さんお分かりですよね。パリオペラ座です。私が今日目指す場所はまさにここなんです。オペラやバレエの公演のない時でもこうして館内を見学することができます。大階段のあるエントランス、いつ来ても見事だなと思います。さて、私のお目当ての場所はこちらです。そうです、チョコレート。オペラ座の中でスイーツの新作発表会が開かれるっていかにもパリだと思いませんか？そうなんです。9月はパリのパティシエさん、ショコラティエがクリスマスシーズンの商品を発表するタイミングなんです。というわけで、ここに早くもクリスマスツリーが飾られていました。しかもこの発表会はアラン・デュカスさんのショコラのブランド。このクリスマスシーズンのテーマがくるみ割り人形ということで、このオペラ座が発表会の舞台になっているというわけです。人形のモチーフをかたどったチョコレート、そしてここにはオペラ座の窓の装飾をテーマにしたチョコレートもありました。アラン・デュカスさんはビスケットも展開しています。シェフのローラさんが招待客にビスケットを振る舞ってくれます。des pistaches torréfiées et à mi-cuisson on va rajouter un praliné orange sur le dessus qui va finir de cuire avec le biscuit et ensuite on va mettre une couche de chocolat noir en dessous. とっても手の込んだ、さすがはアラン・デュカスマークならではのビスケットだと思いました。こちらの方にはチョコレートの新作が並んでいます。その隣にはビュシュ・ドゥ・ノエル、しかもアイスクリームのビュシュ・ドゥ・ノエルがありました。実際にこれをテイスティングさせていただきます。中にはアイスクリームが二重の構造になって入っていました。内側がバニラ、外側が
プラリネノワゼット、それをチョコレートでコーティングしてありますが、なんと私は派手に粗相をしてしまいました。というわけで周りのチョコレートの部分はいただけなかったんですが、このアイスクリーム本当に美味しかったです。さすがという感じですね。ちょっと食べ方に工夫がいるかな。あら、フランスチームのブルゾンを着たムッシュ、そうなんです、アラン・デュカス氏の登場です。ここでみんな揃って記念写真といきましょう。ショコラ、ビスキュイ、そしてアイスクリームのシェフたち、皆さんこれからの期待の星ですね。リュクサンブール公園近くの通りに来ました。目指すお店はこちら、アルノ・ラエー MOF、 フランス語が最優秀職人賞を持つパティシエさんのお店。ここでもクリスマスシーズンへ向けての発表会が開かれています。ウィンドウから持ってもうすでにとっても魅力的なんですけれども、中に入りましょう。アルノーさん自らがたくさんのジャーナリストに対応していました。今シーズンのクリスマスケーキ、こんなにたくさんバラエティに富んでいます。モンブランをアレンジしたビュッシュ・ノエル、赤い実のフルーツ、そしてプラリネ、まあこれはスキーやガレットまであります。こちらのお店のパテ・ドゥ・フリーは一つ一つ丸い形をしてるんですね。カランドリエ・ドゥ・ラヴォンはモンマルトルが舞台。さてお楽しみのテイスティングです。スキーヤーのケーキは中身がどんなのかしらと思ってましたけど、どうやらこれですね。中にはパッションフルーツが入っています。そしてこのガレットにはマロンが入っていて、表面の生地がパリッとしてました。このプラリネも赤い実のケーキもそうなんですが、こちらのケーキは全体としてとってもジェネラスな、包み込むような温かさがあるケーキだなと思います。マカロンもとても素材を大切にしている感じ。これも美しいですよね。私はお店の中でこちらにとても惹かれました。クイニーアマン、これはぜひ買って帰りましょう。こういうものがあると翌日の朝の目覚めが楽しいです。これを朝食にいただきたいと思います。アーノーさんはブルターニュの出身と聞きました。道理でクイニーアマンには自信を持ってらっしゃると思います。このカラメルの部分もすごく美味しそうですよね。私はこれを以前このチャンネルでご紹介したアリスさんのお店のお茶と一緒に楽しみたいと思います。
かなり弾力があります。お店の方が意外とさっぱりしてるんですよとおっしゃっていましたけれども、実際これなんてことなく私完食できました。しかも胃もたれゼロ。やっぱり素材がいいんでしょうね。とっても美味しいクイニーアマンでした。そしてこちらはビスキュイ・アラン・デュカスからのお土産にいただいたものです。さて中はどんな風になってるんでしょうね。わあ、ビスキュイというにはもうほとんどケーキと言っていいくらいのクオリティ、かなり高級感があります。そしてこちらはショコラの方ですが、もうここから透けて見えますね。気分はノエル、モミの木をいただくのかな。はい、登場しました。こちらのチョコレートはカカオを存分に味わうという感じの甘み控えめ、じっくりと口の中で溶けてゆく満足感たっぷりのチョコレートでした。さて最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入ってくださったらどうぞ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せいただくコメントもとても励みになっています。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。